皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は中国の EU へのすり寄り、そして EU 側はドイツが主導して中国との関係強化を図ろうとする投資協定の成立について取り上げようと思います。今日は2020年12月31日、まさに年末、もう年越しだなという時期なわけですが、世界的に見ると、年が変わるからといって、国際情勢について何か歩みが止まるわけではありません。世界は常に動き続けています。さらに言うと、現在の米中冷戦の構造下において、アメリカの動きが今取りづらい状況なのですから、中国側としては自分たちの勢力圏拡大に今まさに本腰を入れている時期でもあります。春先には中国の全人代などもありますから、そういったことも踏まえて今はまさに中国にとっては非常に動きが活発な時期でもあるのです。こうした状況下で EU と中国が投資協定を結びました。それが一体どのような内容なのか、そしてその背景などについての解説を行っていきます。それではどのような内容だったか、その詳細についてはまずは報道から見ていきましょう。中国、EU 投資協定に大筋合意。車や病院など制限緩和。中国と EU は30日、投資協定を結ぶことで大筋合意した。発行すれば、世界2位と3位の経済規模を持つ国と地域の結びつきが一段と強まる。EU 企業は中国市場への参入に弾みがつく一方、中国も東アジアの地域的な包括的経済連携 RCEP に続く大型協定で存在感を高める狙いがある。30日のテレビ会議には、中国から習近平国家主席、EU からミシェル大統領と欧州委員長、ドイツのメルケル首相、フランスのマクロン大統領が出席した。中国の人民日報によると、習氏は世界経済の回復を牽引し、グローバル貿易や投資の自由化を促すと強調した。フォンデアライエン氏は声明で EU の中国との経済関係のバランスを取り戻すものだと訴えた。大筋合意したのは包括的投資協定 CAI。2021 年1月20日にアメリカのバイデン次期政権が発足する前の駆け込み合意となった。新型コロナの打撃を受けた経済を再生させたい EU とアメリカとの対立の長期化を睨み、独自の経済圏づくりを急ぐ中国の思惑が一致した。バイデン次期政権は合意直前に両者の接近を牽制しており、反応が注目される。EU が発表した文書によると、EU 企業の中国への参入制限が緩和される。例えば、自動車産業では合弁会社の要件を段階的に廃止するほか、新エネルギー車の市場が開放される。私立病院事業の合弁要件が緩和されて、EU 企業が北京など主要都市に進出できるようになったり、現在は禁止されているクラウドサービスへの参入が 50% の株式取得を上限に認められたりするようになる。中国政府による国有企業への補助金の透明性を高めたり、参入企業への技術の強制移転を禁止したりするなどの措置も盛り込んだ。合意に違反した場合は、法的な責任を問える紛争解決メカニズムを設立する。交渉で最後まで対立した中国での労働者保護については、中国側は強制労働を禁じる国際労働機関 ILO の関連条約の批准を目指すことを約束した。EU は文書で、中国の過去の協定で最も野心的な内容だと評価し、中国が歩み寄ったとの認識を示した。投資協定は投資環境の整備が目的だ。自由貿易協定 FTA と違って、関税の引き下げは伴わない。中国は FTA 交渉を望んだものの EU 側が時間がかかるとして投資協定にした経緯がある。FTA は一般的に投資省が入るため投資協定の内容を網羅する。中国にとって EU との投資協定は RCEP に続く大型協定となる。習指導部が意識するのが国際的な貿易や投資で主導権を発揮できる環境づくりだ。アメリカに挑んだ覇権争いは長期化が避けられない。それならば、いち早くアメリカが加わらない大型の貿易、投資協定を結び、経済的な影響力を高めようと動いた。交渉で中国の EU への譲歩が目立つのは、政治的な思惑を優先したことを物語る。もちろん投資協定は経済的なメリットも大きい。国際通貨基金 IMF によると、中国の EU27 カ国への直接投資残高は2019年時点で約2800億ドル、日本円で29兆円と3年で倍増した。習氏肝入りの広域経済圏構想一帯一路が牽引役だが、ドイツ、フランスといった EU 域内の主要国向けの投資も伸びている。
投資協定で現地企業への出資や工場建設のハードルが下がれば、外需を取り込む手段としての直接投資の役割が一段と高まる。海外経済の活力も生かして、国内経済の底上げを図る双循環を掲げる中国にとって、ヨーロッパからの投資誘致は欠かせない。コロナ禍で景気が低迷する EU では、ドイツを中心に協定推進を求める声が強かった。だが EU 側の批准手続きでは曲折がありそうだ。批准には欧州議会が同意する必要があるが、議会は少数民族ウイグル族の人権問題や、香港での民主主義の後退について中国政府への批判を強めている。まず最初に今回の投資協定について全体を総括して評価するとするならば、中国側が EU にすり寄ったという表現を私は行います。なぜそのようなことを言うかといえば、それはEU 側としてはウイグル問題であるとか香港問題であるとか人権問題を中心として中国側に批判の声を強めているというまず政治的な背景があります。しかしそのようなものを乗り越えてでも中国側としては今 EU との関係強化を図る理由があります。それはまさにアメリカとの関係において中国が一歩抜きんでるためには少々譲歩することも厭わないという考え方です。世界経済で見ても今まさに記事の中で指摘されたように新型コロナウイルスの影響で EU 経済は傷ついています。これに関しても私は EU 側としては中国との関係強化を望んでいるということをドイツを中心として以前動画で解説を行いました。そのため EU の最大貿易相手国はアメリカから中国へと変わりましたよというこの変化をお伝えしました。この変化の背景としてあるのは EU としては中国は非常に遠い国であり人権問題はあるが、このことを批判する一方で経済的な問題という切実なこの大問題に対しては対応しなければならない。つまりある程度人権問題には目をつむるという側面があるのです。しかもドイツのメルケル政権はその政権発足時からずっと中国の習近平国家主席との緊密な関係を築いてきたゴリゴリの親中政権です。ですから EU 側としてはドイツを中心として中国との関係強化を望んでいるということがまずあります。さらにドイツの話をすれば、ドイツではアメリカがファーウェイを排除すべきだという要請をしたにもかかわらず、今この時期になってファーウェイの 5G 参入への許可を行いました。これなどは明確にアメリカの要請を跳ねつけた形となり、ドイツがいかに中国との関係強化を望んでいるかの一つの例でしょう。もちろんこの話をすると、いやいやドイツはアジア地域に軍艦を派遣するよという話もあるわけですが、ドイツがアジア地域に派遣する軍艦はたったの1隻に過ぎません。イギリスが空母艦隊をアジア地域に長期派遣するのとは、その軍事的な影響力というのは全く比べようもありません。そして中国側がすり寄るにあたって様々な情報をしたことが記事の中で述べられています。しかしこれらなどは中国にとってはより大きな利益を得るためのある程度の仕方ない代償としては十分飲み込めるものです。特に人権問題について交渉が難航した部分については国際条約に批准することによってある程度問題を解決するよということを約束しているわけですが、これなどは単純に批准を目指すということを約束しているわけですが、批准しますよ、それがいついつまでといった期限を設けているわけではありません。ですから、批准するための努力を行うことは約束していますが、その結果として本当に批准するのか、その批准が50年後なのか100年後なのか、そのような保証というものは存在しないのです。EU 側がウイグル問題で多くの人々が強制労働に駆り出されているのではないか、そういった問題について批判をしても、中国は今回の件をもってして我々は努力することを約束したんだからその批判を弱めろといういわば言い訳として今後は使える可能性があるのです。また中国に直接投資する際に合弁企業を作りなさい、そして技術情報などを開示しなさいといった要件などが段階的に廃止されるという点について言っても、中国にとってはもうあらかた技術的なものについては盗み終わったものであればそれほど大きなダメージを受けるものではありません。ですからある程度役目を終えた産業などにおいてそうした縛りを解放することがあたかも中国の情報を引き出したんだよというプレミアム感を出すという効果をもたらしています。このように今回の話というのは中国側がすり寄ったわけですが、一方で EU 側もドイツを中心として中国との関係強化を望んでいるという背景があって、
人権問題というのがおざなりになりました。これは非常に残念なことですが、同時に世界情勢の話をするときにしばしば現れる問題でもあります。政治、経済、軍事、宗教、様々な問題がある中において、それぞれが分離していて、一方では反中政策が取られるのに、一方では中国との関係強化を結ぶそういった動きというものが一つの国の中、一つの集団の中で起こるという現象はしばしば見られるのです。しかしこのような二枚舌外交などは残念ながら世界中で行われていると言わざるを得ません。私はアメリカのトランプ政権が様々な反中制裁のための法案というものを通しているということをお伝えしてきましたが、同時にアメリカは中国に対して我々のものを買えというそういった政策も進めており、米中間の貿易額というものが増加傾向にあることも見逃せないのです。また、動画の最初の方で述べたように、EU 側ではウイグル問題や香港問題などを中心として中国への批判は強めているものの、同時にアメリカとの貿易額が下がり、一方で中国との貿易額が上がるような形での関係強化という動きも経済的な側面としては存在しているのです。このように米中冷戦の構造というのは世界規模において非常に複雑であり、米ソ冷戦の時のような陣営がはっきり分かれているような単純さというものがありません。米西冷戦の時はそれこそソ連側の陣営と欧米を中心とした陣営との間には大きな経済的な格差というものが存在し、軍拡競争が行われると、その軍拡競争による経済的な負担というものがソ連側にとっては大きな負担となり、国内経済が疲弊し、それがまたさらに格差を拡大させて、そのことがまさに自滅を招くといったようなソ連型の崩壊というシナリオはなかなか見出しにくいものがあります。このように複雑極まりない国際情勢の話なわけですが、じゃあ国際情勢に対して日本人は全く無関係かというとそういうわけではありません。経済にしても政治、経済、軍事、さらには宗教問題について言っても日本は世界からの影響というものを必ず受けるものです。しかもその影響を受けている度合いというのは徐々に高まっているとすら言えるでしょう。ですから往々にして全体としてを善悪の問題として片付けるいわば単純化をすることによって解説する方もおられるわけですが、私としてはそうした単純化することによって多くの間違った情報を発信するよりは、個々のニュースに絞り込むことによって一つ一つの問題に対する認識を深め全体像を捉えるようなことができれば、今の状況をつかむそのための知識づくりというものに役立つのではないかと思っています。2020年はそれこそ歴史の教科書的に言えば新型コロナウイルスの問題が様々な分野に大きな悪影響を与えた年でした。その影響というものは2021年には若干和らぐでしょう。しかし、その悪影響というものを引きずる形で2021年も激動の年となることは間違いありません。私のチャンネルではそうした激動の歴史のその1ページ1ページを少しずつ紐解いて皆さんにお届けしようと思っています。2020年の動画視聴ありがとうございました。そして2021年からもこれからもよろしくお願いします。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録して継続的に動画を見ていってくれると嬉しいです。そして YouTube だけではなく Twitter などでも世界のニュースについて私の一言コメントなどをつけていますので、どうかそちらの登録もよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。